日本のタクシーって乗ったことありますか？高いけど便利な乗り物くらいの感覚ですよね。韓国から来た僕にとっては、これ本当に現実って思ったんですよ。僕は世界の33カ国に行ったことがあります。日本だけタクシーが全然違ったんですよ。この動画を見ると、日本のタクシーが世界とは何が違うのかがわかります。一つ目はドアです。これ衝撃受けましたね。タクシーに乗ろうとした瞬間、カチャッとドアが勝手に開くんですよ。いやいやいや、自分で開けないの？韓国でもアメリカでもヨーロッパでも全部自分で開けるんだろうって思ったんですね。でも日本そうじゃない。タクシーのドアを自動にする必要性って多分ね、経済的に考えればもうないんかなっていうふうに個人的に思ってるんですよ。実際ね、韓国とか世界の国でも他の国でもそうですが、韓国は月間で1300万人がタクシー乗ってるらしいんです。で、その中で自動ドアに出会う人はゼロなんですよね。で、韓国人の場合は少なくとも多分求めていないんだ、なくても成立するんだというふうに思ってます。でも日本はやるんですよね。僕理由2つあるかなというふうに思っていて、お客様はドアに触れる必要すらない。雨の日でも荷物を持っていても何も考えずに乗ってください。こういうことですよね。ここまで相手の手間を考えるサービス、普通の国だったらやらないというふうに思っております。韓国でも、丁寧な接客はもちろん大切なことですが、動作そのものをなくすって発想まで多分文化的な違いだと思うんですけれども、なかなか難しいですね。二つ目は技術からの発想でして、日本ではすでにクラウンコンフォートなどのタクシー専用車種が開発されていて、その中で他にない価値っていうことを技術的に作ろう、それは見せてやろうみたいな形でやったんじゃないかなというふうに思うんですね。完全に日本の製造業の DNA だというふうに思います。二つ目は服装ですね。日本のタクシーって皆さんよくよく考えてみてくださいよ。ほぼ100%で、これ日本にいると当たり前ですが、世界で見るとかなり特殊なんです。韓国含めてアメリカ、東南アジア見ていても、タクシー運転手の多くは私服なんだと思うんですね。街で取れるタクシーの話ですよ。もちろん清潔感のある服装はしていますが、中には T シャツにジーンズだったりとか、スニーカーというスタイルも普通にあります。多分ね、他の国では、ここで日本は全く違っていて、日本のタクシーはもうただの移動サービスではないですと、これは接客業でもありますよっていう話ですね。この性欲、さらに面白いことがあって、次の話はですね、お客様のためだけじゃないっていう点もあると思うんですよ。人間って不思議で、スーツを着ると自然に背筋が伸びるし、言葉遣いも変わると思うんですよ。実際、行動心理学でも、服装が行動を規定するという研究があるらしいですよ。つまり、日本のタクシー会社は、良い接客をしろって言って教えるだけじゃなくて、良い接客をしてしまう状態を設計している私服、手袋、一つ一つに設計してるんだというふうに思うんですね。プロであれという無言の圧力が詰まっているかもしれません。他国ではですね、人に依存するサービスが多いんだというふうに思います。要は一部ですよね。運が悪いと変な人に出会って、気持ち悪い経験しますよね。3番目はですね、接客ですね。これ日本人にとっては当たり前ですが、韓国人の僕からしたら、ちょっと違うなというふうに感じたんですね。タクシーに乗った瞬間、いらっしゃいませ。ありがとうございます。降りる時もありがとうございました。敬語を使ってくださって、ここで1個だけ面白いのが、話しかけない接客っていうのがちょっとあるかもしれないですよ。韓国だとドライバーが世間話を振ってくることも多いし、場合によってはかなりフランクに話しかけてきます。例えば僕にタメ口で話聞いてきたりとか、一部の方はね、政治のことが好きでいて、政治の話をっていたりとかするんですね。でも今ちょっと静かにしたいなっていう時もあるじゃないですか。で、日本は多分空気を読んでいるのか、僕がたまたまそんな人に引っかからなかっただけなのか、話をかけてくる方っていうのは、いなかったような気がするんですね。あなたの時間を邪魔しませんという接近になっているかもしれません。で、接客で他の話を言うと、韓国ではね、昔、300円の距離なのに、600円を請求するみたいな、今もだいぶ減ってはいますが、一部の方はぼったくりかけているでしょう。運転中に前の車にイライラして、悪口を、普通に口で言うようなドライバーもいます。でもね、日本は、これはタクシー運転手がドライバーっていう移動の手段を提供する人の上にサービス業に従事しているっていう、意識もあるというふうに思うんですね。で4問目の話はですね、値段ですね。
これは韓国人の誰もが感じることだというふうに思います。正直に言って、レワンはやっぱ高く感じてしまいます。東京でタクシーで10分乗ると、だいたい1500円ぐらい出ると思うんですけれども、韓国だと同じ距離で、体感800円、1000円とかですかね。日本が1.5倍ぐらい高いような感覚を持っています。正確にわかんないですけどね。物価が最近上がってこれなので、5年前、10年前に比べると多分日本が韓国の2倍ぐらいしたんですね。だから逆を言うと、韓国でタクシーは日常の足みたいなこともよくあって、例えば飲み会が深夜2時まで続いても、もうタクシーで帰ればいいでしょみたいな形で普通にタクシー乗る3000円、4000円ぐらいしかかかんないみたいなことがよくありました。ただね、日本はね、ちょっとだけ特別な贅沢な選択肢ですよね。もちろんですよ、これは不満を言ってるんじゃなくて、それが衝撃だったねっていうことだけをお伝えしたいというふうに思っております。そういった理由によって高くなってるんだというふうに思うんですね。高いのはちゃんと理由があるというふうに思います。例えば制服着てプロ意識持つ、車両はきれいにするだったりとか、ホテルレベルの接客をする、安全運転を徹底するっていうことが、やはりそれをやればやる分、コストとなってしまうから、値段も高くなっている。仕方ないことですね。だから日本のタクシーは移動ではなく、安心とか快適とか、ストレスゼロという体験を、買っているのかもしれません。で、最後5つ目は、タクシー専用車ということですね。駅前に行ってください。同じ形の車がずらっと30台、50台並んでいますよね。冷静に考えると面白くて、代表的なのは2つですよ。トヨタのジャパンタクシー、トヨタのクラウンコンフォート。この2つめちゃめちゃ多いですよね。これ韓国とか海外だと事情違うと思うんですよ。韓国は、ヒュンダイの、ソナタとか、キア自動車のK5 みたいな車だったりとか、場合によっては、電気自動車とか SUV とかミニバンだったりとか、普通の乗用車をそのままタクシーに使っている場合もよくあります。つまり、車は何でも移動できればいいでしょみたいな発想なんだと思うんですね。でもね、日本はタクシーのためだけの車がわざわざあるってことは、これ面白いですよね。それはもちろんね、それができる技術力もあるって話でもそうなんですけども、そこにも、例えば、ジャパンタクシーは室内高が約1.4メートルと、広いらしいですね。あとはスライダードアで上下車しやすいだったりとか、車椅子も乗れるようにしましたとか、耐久性も50万キロ走っても大丈夫ですみたいな、そういった技術力設計が入ってあると思うんですね。なぜ日本のタクシーは異常な進化をしているのかとびっくりしたんですよ。もちろんこういったことによって運用効率、サービス品質の均一化、産業としての最適化があるというふうに思っています。同じ車種に揃えればね、整備コストだったりとか、部品管理とか、ドライバー教育も標準化できますよね。だからメーカー、トヨタさんみたいな方も、タクシー専用を作っているかなというふうに思っています。たかがタクシー、されどタクシーですね。この一つのサービスの中だけを見ても、他の国でもある産業ですが、日本のタクシーでも、日本のおもてなし精神だったりとか、職人のこだわりだったりとか、工業国家としての設計力っていうのが全部詰まっていたんだというふうに思っております。はい。皆さん今日の話聞いてどう思いましたか？もし面白いと感じたら、ぜひ他の動画も見てみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。以上、パコンでした。アニョン。